こんにちは、隊長です。この間コメント欄にて視聴者様が教えてくださったとあるスポットの近くに行きましたので、自分の Google マップを確認してみたところ、かなり異様なことになっておりまして、ちょっともう何が何だかわからないなと思いました。皆様が教えてくださるスポットがどれも魅力的で、その都度マップ保存してたらちょっとこうなりました。先日お散歩途中にタオが全力である場所へ向かい、そこでしばらく体をこすりつけているので、一体何だろうと近づいて見ていると、なんと鳥の羽が大量に落ちていました。もしかしたらここで何か生命の格闘があり、失われた命があったのかもと思うと、自然は厳しいなと思わざるを得ませんでした。また最近はですね、山菜らしきものも発見しました。以前 YouTube で山菜を取りに行きたいと申しましたところ、視聴者様がクマに気をつけるようにとアドバイスをくださったので、クマススを購入しました。そしてこの暖かさにより、つい先日我が家も自転車を解禁いたしました。その自転車に乗ってですね、最近とても気になっていたレストランカメさんへ伺いました。こちらのレストランカメさんはニセコで20年ほど営業をされた後、2018年頃にこちらへ移転されたとのことです。気になっていたからふらりと入ったのですが、入店した途端に一瞬でファンになりました。なんというのでしょうか、この優しいカントリーというか、おとぎ話の世界に入ったような世界観。とにかく雰囲気が温かくて、初めてなのに居心地が良すぎました。今からここでお食事できるなんて、それだけで幸せでいっぱいになります。黒板のおすすめメニューの他にも、メニュー表に魅力的なお料理がたくさんあります。こういう時、一人で来たことを後悔というか、あーって思います。今回私は鴨のローストを注文しました。他にもですね、ホタテのマカロニや銀だら西京漬けパイ包み焼きなど、名前からして最高なメニューがたくさんあります。鴨のローストは少しお時間をいただきますとのことだったので、野鳥図鑑と赤毛のアンをちょっと読みました。レストランカメさんは住宅街の中にポツンとあるような感じなのですが、一歩入るとこんなに素晴らしい世界が広がっているなんて、なんだか宝物を見つけたような気持ちになります。お先にビシソワーズとサラダが到着しました。もう私の細胞がこれは最高だと言ってます。サラダの葉野菜はみずみずしくて全部シャキシャキでした。葉っぱがもう生き生きとしており、ドレッシングも野菜のほのかな苦みと調和していて、とても美味しかったです。どうでもいい私の好みなのですが、実は私は苦みのある葉野菜が大好きで、ここのサラダは私のハイパードストライクでした。そして本日のスープはビシソワーズだそうです。
私が知っているビシソワーズよりも少し濃厚でもったりと飲み応えがあり、とても美味しかったです。また鴨のローストが想像の 1.5 倍ほどのボリュームがあり、ちょっとびっくりしました。みじん切りのネギとお野菜のソースがぴったりでした。私の乏しい語彙力のなさを呪います。私の撮った映像とこのナレーションの80倍は素敵なので、そこら辺の補正は適宜皆様で行ってくださいますと幸いです。すいません。付け合わせのマカロニサラダと野菜のグリルがちょうどいい箸休めになりました。最後にコーヒーをゆっくりいただき終わりかと思ったら、店員様がよかったらデザートいかがですかとお声かけくださいました。こんなに優しくしてもらって好きになったらどうしようと思いました。サービスが温かすぎて心に染みます。しかもこちらのプリン自家製だそうです。うひょーって感じです。とろとろ濃厚なプリンに少量のほろ苦いソースがぴったりでした。瞬きをしている間にプリンは消えました。量も絶妙で本当に美味しかったです。夫へのお土産用にバナナシフォンケーキをテイクアウトでお願いしました。もうこの盛り付けがもう本当に大好きです。ディナーも行きたくなったので、お店の方に確認をしたところ、15時までに電話で予約をお願いしますとおっしゃっておりました。シフォンケーキは私の理想そのものの程よいしっとり感でほのかにバナナが香り、夫と一瞬で平らげました。夫へのお土産用とか言っていたくせに、お前が食べるんかいという感じで、いつもなんか本当にすいません。今日の動画はこのような感じになります。レストランカメさんはお料理も美味しいのですが、店員さんの奥様のお人柄がもう本当に最高で穏やかで、なんか心が温かくなるようなご接客をしてくださいました。また行きたいです。自転車という翼を手に入れたので、またいろいろ散策したいと思います。今日も見てくださり本当にありがとうございました。したっけねー。